はい、こんにちは、みぼうずです。今回のライド5ですけど、今回ピックアップするのは、川崎のね、KZ1000R。まあ、日本でいうとこのね、Z1000R です。このバイクはね、俺が一番好きなバイクで、もうずーっと不動の1位を確保し続けてるバイクです。これ以上にかっこいいバイクはねえなって個人的には思ってますね。まあ、俺がね、川崎桐蔭に入党したきっかけであり、で、ライムグリーンが好きになったきっかけの1台でもあり、ビキニカウルが大好きになったきっかけの1台。まあ、とりあえず全てのきっかけなんですよ、これが。このね、シートの形状といい、タンクの形状といい、何もかもがかっこいい。はい。まあ、とりあえずね、今回はこちら、KZ1000R ピックアップしていきたいと思います。それでは本日もよろしくお願いします。はい、今回はね、こちら Z1000R なんですけど、まあこのゲームではね KZ1000R となってますけど、これね、れっきとしたレーサーレプリカなんですよね。当時アメリカで行われていた AMA スーパーバイク選手権で、そこに参戦していた Z1000J でチャンピオンを取ったエディ・ローソン。まあそれにちなんでね、ローソンレプリカなんて言われてましたよね。そのエディ・ローソンですけどね、川崎とは1980年から契約して、1980年はね、まあ現在でもプレミアバイクの代名詞となっている Z1000M2 ですよね。そちらで、まあそのスーパーバイク選手権に参戦してシリーズ2で、81年に、まあ Z1000J でチャンピオンを取って、このローソンレプリカがその82年にね、そのチャンピオン記念として発売されて、で82年もねチャンピオンを取ったので、まあ、Z1000R2 としてねまた発売することになったんですけど、83年に。だけどね、そこにはねローソンの文字がねなくなったんですよ。まあ、なんでかっていうと83年はね、ローソンは川崎との契約はね結ばないで、ヤマハの方に契約を結んで AMA スーパーバイクから WGP の 500cc のね方にね転向してるんですよね。で、まあこのエディ・ローソンですけど、その後ヤマハでもねチャンピオンになって、その後ホンダにも移籍して、ホンダでもチャンピオンになってるっていうね、まあ80年代をね代表するレジェンドライダーの一人っていうところなんですけどね。で、まあバイクの方に戻ると、やっぱりかっこいいですよね、このバイク。その70年代ではね、アメリカではまあフォーミュラー750っていうレースが行われていて、そちらではねヤマハの TZ7 班がね最強を誇っていて、フォーミュラーヤマハなんて揶揄されるぐらいにね最強を誇っていたんですけど、まあそれじゃやべえっていうことで始まったのがこちらのスーパーバイク選手権っていうことなんですよね。まあその車種が豊富な4ストロークエンジンを使ってやるっていうことでね、まあ現在のワールドスーパーバイク選手権にもね踏襲されてるようなレギュレーションってことですよね。だからこの AMA スーパーバイク選手権っていうのがね、まあ日本メーカーのそのスーパーバイクの発展にねだいぶ寄与したっていう風に言われてるみたいですね。だから当時アメリカで活躍していた日本人でいうとポップ吉村なわけですよ。アメリカに行ったばっかりの頃はね、川崎の Z1 をベースにやっていたらしいんですけど、まあ、途中からね鈴木の GS1000 こちらの方にスイッチしまして、そこでね活躍したライダーっていうのがウェス・クーリーですね。まあクーリーレプリカなんてね有名ですよね、 GS1000 の。だからホンダでいうとねスペンサーカラーも有名ですよね。 AMA で活躍していたカラーリングでいうと。だからね、そう結構ねそのクーリーカラーとそのローソンカラー、スペンサーカラーっていうのはね最近でもね現代のバイク、まあ現代っていうわけでもねえか、もうそんなにあれだから、まあ、ちょっと前のね2000年を超えたあたりでもそのカラーリングとしてね何度か復活してますよね、その時代のバイクとして。だからねやっぱねこの時代のねそのやっぱりレプリカカラーっていうのがかっこいいんですよね。でまあこちらのね Z1000R の話に戻りますけど、 J 型としてね市販されたのは丸型のヘッドライトだったんですけど、 R 型はねこの角型ライトのビキニカウルになったんですよね。
で、まあこの時代のねスーパーバイク選手権、レーサーなのにフルカウルじゃないっていうのはなんでかっていうと、なんかハンドリングにね起因してたみたいで、フルカウルにするとねハンドリングがダメになったそうなんですよね。だからこのビキニカウルってことらしいんですよね。でこの初代の R はねタンクのところにねそのチャンピオンのステッカーが貼られていたんですよね。でリアサスペンションはね J 型とは異なってリザーバータンク付きのものがね装着されて、よりレーサー感をね出すことになったっていうことらしいんですよ。でブレーキはねトキコのスペシャルローターで J よりもね直径が1センチほど大きくなってるそうです。でホイールはね7本スポークのマグネシウムホイールってことでだいぶ高級ですよね。強い衝撃が出たらねパキって割れそうですけどはい。でこちらはね R なのでそのカーカー製のねマフラーを装着してます。だからなんかねそう川崎っていうとねこのカーカーのイメージが強いんですよね。友達が高校の頃乗ってたその GPZ400F こちらにもねやっぱカーカー入れてましたね。だからそれこそね GPZ900R 忍者あれでもねなんかカーカーマフラーのイメージが強いし、だから80年代のね川崎っていうとやっぱりカーカーのイメージがだいぶありますね。でやっぱりね特徴的っていうのはねこのライムグリーンですよね。そのマーク2で参戦してた頃はね黒金なんですけど Z1000J でねライムグリーンとしてやっぱね70年代80年代の川崎って言ったらねライムグリーン要はグリーンモンスターなんですよね。このレースっていうのはやっぱりジンクスを重んじる人が多いので、そのライムグリーンっていうかレース業界での緑っていうのはね不吉の象徴だったらしいんですけど、そこをあえて川崎がねグリーンを選んでその挑戦者だっていう位置づけでねグリーンを選んでたらしいんですよ、チームカラーとしてライムグリーンで。それでね要はチャンピオンを取ったりとかしていたので、世界にねグリーンモンスターなんて言われるようになったのが、川崎のグリーンのねきっかけらしいんですけどね。だからもう川崎っていうとグリーンっていうイメージはその70年代から作り上げられて80年代で確固たるものとしてこのローソンレプリカでね印象をさらにつけられたかなっていうそんな感じですよね。はい、ってことでねとりあえず今回はこちら Z1000R 俺がね一番好きなバイクってことでねピックアップしてみました。それではね最後までご視聴ありがとうございました。